NC 旋盤の使い方を学ぼうとする際に大きなハードルとなる代表としてプログラミングがあると思います。必要な基礎知識を習得したいと思ってもなかなか理解が進まないということもあるのではないでしょうか。今回の動画では NC 旋盤のプログラムの基本を具体例を用いて解説していきたいと思います。早速ですが、この動画の構成です。加工プログラムの基礎、プログラムを理解する、プログラム実践編の大きく3つに分かれています。早速ですが、まずは加工プログラムの基礎です。ここでは NC 旋盤のプログラムを理解する際に必要な基礎知識を習得します。NC 旋盤の加工プログラムの一例を見てみましょう。ここでは詳細が分からずとも、こんな感じのプログラムなんだなと思う程度で大丈夫です。Phi8 の材料を用意して、左図のプログラムで加工すると、右図のようになります。プログラム初心者からすれば、一見複雑そうに見えますが、基本を押さえていればそんなに難しくありません。NC 旋盤の加工プログラムの基本は座標です。プログラム例の下線部は座標 X、Z を表していると考えてください。プログラムで座標を指定することで、切削工具がその場所に移動します。つまり、この部分を読めば NC 旋盤の切削工具がどこに移動するのかがわかるようになります。NC 旋盤の座標は図のように、上下方向である径方向が X 軸、横方向である長手方向が Z 軸となっており、Z 軸を中心に材料が回転しています。切削工具が回転している材料に触れると、円筒状に材料が削れていきますので、X がプラスの領域、つまり上半分のみ考えます。なお、本動画の加工例では、今後出てくる例も含めて、加工単面上にプログラム原点を設置していきます。プログラムの書き方につきましては、原則として、プログラムでは切削工具の行き先を指令します。例えば指令の例として x は3、z は -5 を指令すると x、z 座標において3、-5の位置に切削工具を移動させることができます。指令の例としてプログラムコードは G1、x3 点 z-5 点などとなります。G1 は後ほど解説しますが、今はとりあえず直線移動を指令するものと理解してください。例えば図のように最初に点 A にいる工具に点 B に行きなさい。次に点 C に行きなさい。というように順番に指令します。ここで注意点が2つあります。1つ目の注意点として、X 座標については座標の数値通りにプログラムを入力しないということがあります。X 座標、つまり径方向の座標については、座標の値の2倍の値をプログラムには入力します。なぜそうするかについては、この後説明します。2つ目の注意点としては、プログラムに数値を入力する際は、小数点を入力しないと、単位がミリメートルからマイクロメートルになり、値が1000分の1になってしまうということがあります。例えば 6.0 と小数点も含めて入力すると 6mm のこと、0を省略して6点と入力しても 6mm のこととなる一方、6だけの入力だと 0.006mm、つまり6マイクロメートルのことになってしまいます。先ほど一つ目の注意点として触れました。なぜ X 座標は2倍の値を入力するのかということに関してですが、なぜそうするのかというと、図面上の数値とプログラム上の数値を一致させたいからです。例えば、Phi20 の丸棒を Phi17 に削りたいときに、プログラムで17の半分だから x8.5 というように毎回計算するのが大変でミスの原因になるからです。Phi17 に削りたいときに x17.0 と入力する方が直感的で分かりやすいですね。また、x 座標または z 座標が直前の位置と同じ場合、x または z を省略可能です。例えば、記載しているプログラム例では、
2行目の G1x17.0、Z-15.0 というプログラムにて x17.0 という部分が省略可能。3行目の G1x24.0、Z-15.0 というプログラムには Z-15.0 という部分が省略可能となります。ここで今まで学んだことを振り返って具体的な例を見ていきます。図のように加工単面にプログラム原点を取り、そこをスタート地点とします。次に点 A まで移動するプログラムを書きますが、その前に点 A の座標を確認しましょう。面取り指示 C0.5 に注意して計算すると、点 A の座標は 2.50 となります。X 座標では座標の2倍の値を入力することに注意して、直線移動指令である G1 を用いて、プログラムは G1x5.0 となります。次に点 B の座標を確認すると、点 B の座標は3-0.5 となります。直線移動指令である G1 を用いて、点 A から点 B に移動するプログラムは G1x6.0、Z-0.5 となります。次に点 C の座標を確認すると、点 C の座標は3-5となります。直線移動指令である G1 を用いて、点 B から点 C に移動するプログラムは G1Z-5.0 となります。次に点 D の座標を確認すると、点 D の座標は 3.8-5 となります。直線移動指令である G1 を用いて、点 C から点 D に移動するプログラムは G1x7.6 となります。次に点 E の座標を確認すると、点 E の座標は4-5.2 となります。直線移動指令である G1 を用いて、点 D から点 E に移動するプログラムは G1x7.6 となります。これで点 A から点 E まで移動するためのプログラムを書くことができました。これまでは NC 線版のプログラム原点を基準とする XZ 座標で表してきました。しかし、場合によっては、今いる場所からの移動量で表す方が都合がいいことがあります。ここでは、アブソリュート指令とインクリメンタル指令について説明していきます。アブソリュート指令では、原点を基準とする X、Z 座標で指令します。一方、インクリメンタル指令では、切削工具の現在地からの移動距離を U、W で指令します。使用するコードとしては、X 方向は U、Z 方向は W が対応します。ここで例として、同じツールパスをアブソリュート指令とインクリメンタル指令の両方で示してみます。点 O から順に点 A、点 B、点 C、点 D と移動していくプログラムの中で、ここでは点 C から点 D に移動する際のプログラムに特に注目してみます。まず、アブソリュート指令の場合です。点 C の座標は x、z がそれぞれ3、-2。点 D の座標は5、-5です。点 D に向かうためのプログラムは、直線移動指令である G1 を用いて G1x10.0、Z-5.0 となります。次に、インクリメンタル指令です。点 C から点 D に移動するためには、X 座標において3から5、つまりプラス2が必要です。一方、Z 座標については、マイナス2からマイナス5、つまり
-3が必要です。よって、x 座標では倍の値で指示することに注意して、インクリメンタル指令でのプログラムは G1U4.0、W-3.0 となります。次の例として、ドリルによる単面穴加工を見てみましょう。ドリルで材料の単面に穴を開ける際に、5mm 削るごとに 0.1mm 戻るプログラムです。ドリルの刃先を長持ちさせるためによく行う手法です。インクリメンタル指令を併用することで、プログラムが分かりやすくなり、実務で用いることも多いです。アブソリュート指令のみを用いてプログラムを書く場合、Z-5.0 の後に Z-4.9 で 0.1mm 戻る。その後、Z-10.0 の後に Z9.9 で 0.1mm 戻るといったように指令します。一方、インクリメンタル指令をアブソリュート指令と併用してプログラムを書く場合、Z-5.0 の後に W0.1 で 0.1mm 戻る。その後、Z-10.0 の後に再び W0.1 で 0.1mm 戻るといったように指令します。ここまで学んできたことを振り返って具体的な例を見ていきます。今回はプログラムを見て切削工具の加工点の軌跡を描いてみます。スタート地点を点 O としてその座標を0、0とします。最初のプログラムは G1X5.0 です。行き先を点 A とすると、点 A の座標は 2.50 となります。ここでも X 座標でのプログラム指令では、座標の値の倍になることに注意してください。ここでは、プログラム指示で 5.0 となっているので、2分の1の 2.5 が座標となります。よって、ツールパスとしては、近点から座標 2.50 に移動します。次のプログラムは G1X6.0Z-0.5 です。行き先を点 B とすると、点 B の座標は3、-0.5 となります。よってツールパスとしては、点 A から座標3、-0.5 に移動します。続いてのプログラムは G1Z-5.0 になります。行き先を点 C とすると、点 C の座標は3、-5 となります。よって、ツールパスとしては、点 B から座標3、-5に移動します。続いてのプログラムは G1U4.0 になります。行き先を点 D とすると、点 D の座標は5、-5となります。U はインクリメンタル指令なので、現在いる時点、つまり点 C からの増減を表します。プログラム U4.0 にて、U は X に対応すること、および X 座標でのプログラムの指令では、座標の倍の値になることに注意すると、点 D の座標は5、-5となります。よって、ツールパスとしては、点 C から座標5、-5に移動します。次が最後のプログラムです。G1、U0.6、W-1.2 になります。行き先を点 E とすると、点 E の座標は 5.3、-6.2 となります。U、W はインクリメンタル指令なので、現在いる地点、つまり点 D からの増減を表します。プログラムにて U は X に、W は Z に対応すること、および X 座標でのプログラム指令では、
座標の値の倍になることに注意すると、点 E の座標は 5.3 マイナス 6.2 となります。よってツールパスとしては、点 D から座標 5.3 マイナス 6.2 に移動します。ここまでで一つ目のパートである加工プログラムの基礎が終わりました。ここからは次のパート、プログラムを理解するとなります。ここでは NC 線版のプログラムを読んで理解できるようになることを目指します。プログラムの基本は座標で、x、z の値で切削工具の行き先を指令するものであるとこれまで勉強してきました。ここでは切削工具をどのように動かすのか、つまり速く動かすのか遅く動かすのか、また直線移動で動かすのか円弧運動で動かすのかなどを勉強します。右の図のプログラムを見ると、x、z の座標のデータの前に G0、G1、G2、G3 と書かれています。これらは G コードと呼ばれるものの一種で、切削工具の移動方法を指令するものです。G コードはこれら以外にも様々な機能がありますが、種類がとても多いので調べながら覚えていくといいでしょう。ここでは代表的な4つのコードを説明します。G0 は早送りで、その機械の持つ最も速いスピードで移動します。切削工具が材料に当たらない安全な部分で使用します。G1 は切削送りを直線移動で指令します。切削送りの速度は F という文字の後の値で指令するのですが、詳細は後ほど説明します。G2 は切削送りを時計回りの円弧移動で指令します。R で半径を指令します。G3 は切削送りを半時計回りの円弧運動で指令します。R で半径を指令します。先ほど紹介した G1、G2、G3 を用いたプログラムの例を示します。まず一つ目のコードは G1、X2 点、Z-1 点、F0.1 です。これは左の図で言うと原点から点 A まで送り速度 0.1 の速さで直線移動することを指令しています。次に2つ目のコードは G2、X2 点、Z-1 点、R1 点、F0.1 です。これは原点から点 A まで送り速度 0.1 の速さで半径1の時計回りの円弧運動で移動することを指令しています。最後に3つ目のコードは G3、X2 点、Z-1 点、R1 点、F0.1 です。これは原点から点 A まで送り速度 0.1 の速さで半径1の半時計回りの円弧運動で移動することを指令しています。G0、G1、G2、G3 を指定すると、以降同じ場合は図のように省略できます。同じコードを省略することで、プログラムが読みやすくなります。ここで例を示します。切削工具を原点 O00 からスタートして A から F まで移動するプログラムを書いてみましょう。座標とプログラムの関係と円弧移動の向きに注意しながら数値を記入していきます。まず点 A の座標を確認します。点 A の座標は20です。次に点 O から点 A に移動するプログラムを書きます。点 O から点 A は直線移動であることから、プログラムは G1、X4.0 となります。次に点 B の座標を確認します。点 B の座標は3、-1 です。次に点 A から点 B に移動するプログラムを書きます。点 A から点 B は半時計回りの半径1の円弧移動であることから、プログラムは G3、X6.0、
Z-1.0、R1.0 となります。次に点 C の座標を確認します。点 C の座標は3、-4.5 です。次に点 B から点 C に移動するプログラムを書きます。点 B から点 C は直線移動であることから、プログラムは G1Z-4.5 となります。次に点 D の座標を確認します。点 D の座標は 3.5-5 です。次に点 C から点 D に移動するプログラムを書きます。点 C から点 D は時計回りの半径 10.5 の円弧移動であることから、プログラムは G に x7.0、z-5.0、r0.5 となります。次に点 E の座標を確認します。点 E の座標は 3.8-5 です。次に点 D から点 E に移動するプログラムを書きます。点 D から点 E は直線移動であることから、プログラムは G1x7.6 となります。次に点 F の座標を確認します。点 F の座標は 4-5.2 です。最後に点 E から点 F に移動するプログラムを書きます。点 E から点 F は直線移動であることから、プログラムは G1x8.0、Z-5.2 となります。これで原点から順に点 F まで移動するプログラムが完成しました。今まで紹介した G コード以外にも様々なコードがあります。とても種類が多く、工作機械によって内容が異なるため、到底覚えきれるものではありません。ですから、一般的なものだけ覚えて、あとは必要な時に調べて徐々に覚えていくといいでしょう。概要としましては、M コードは主軸の晴点、逆転、停止などを指令します。S は主軸の回転数を指令します。主軸、つまり材料の回転速度を指令します。主軸正方向回転指令の M3 や主軸逆回転指令の M4 とセットで使用します。F は送り速度を指令します。切削工具の送り速度を指令します。G99 と G98 が指定されているときに、それぞれで意味が異なりますので、セットで覚えましょう。G99 の毎回転送りが指令されているとき、F の値は主軸1回転で進む距離を表し、通常はこちらを使用します。G98 の毎分送りが指令されているとき、F の値は1分間で進む距離を表します。材料が回転していない状態でも切削工具が動くので、切削工具が回転しているなどの特殊な条件の下で使用します。その他、N、T といったコードもあります。N コードはシーケンス番号といって、プログラムの区切りに用いる番号です。区切り方は人それぞれですが、荒削り、仕上げ、穴加工など各工程ごとに分けるのが一般的です。T は工具選択指令です。使用する制作工具を指令します。NC 線番の工具取付部には番号が割り振られており、指令された制作工具が所定の位置に移動します。指令の方法は使用する機械によりますが、画面のプログラムでは T と4桁の数字を用いて指令します。NC 線番では様々な形状の材料を多様な制作工具で加工します。材料が変わると加工原点、つまりプログラム原点の位置が変わります。また、制作工具が変わると加工点の位置が変わります。
工具と材料の相対的な位置関係が変わったとき、座標の補正が必要となりますが、どのように補正すればいいでしょうか。t に続く4桁の番号のうち、最初の2桁は工具選択番号で、最後の2桁は補正番号です。一つの工具に一つの補正番号がつくのが基本となります。補正番号とは、切削工具が機械原点にいる時の加工点からプログラム原点までの移動量、つまり図でいう X0、Z0 を登録している番号のことです。なお、機械原点とは機械固有の原点で、位置は機械メーカーが設定しており、基本的に変更不可です。工具や材料が変われば、X0 や Z0 といった移動量も変化するので、工具や材料ごとに補正番号を設定する必要があります。プログラムの基本である座標に関して理解が進んだところで、プログラムの大枠を見ていきましょう。プログラムの組み方は人それぞれですが、大まかな流れは同じです。細かい部分は調べて覚えていきましょう。まずはプログラム番号です。ここでは O から始まる4桁の番号で記載しています。次に準備ブロックです。機械原点復帰、回転数上限指令などのコードが含まれる加工の準備を行うためのブロックです。次に加工ブロックです。刃物番号を指令し、座標を入力して、実際の加工の指令を行うためのブロックです。最後に終了ブロックです。機械原点復帰、主軸停止、プログラムエンドなどのコードが含まれ、加工終了のプロセスを行うためのブロックです。最後のパートはプログラム実践編です。このパートでは、実際にプログラムを作る際に注意すべき点を理解します。ここでは、単面引き、収束、収束一定制御、ノーズ R の大きく4つについて見ていきます。まず、単面引きについて説明します。実際の旋盤による加工では、黒皮除去、基準面作成などのために、最初に材料の単面を 0.1 から 1mm ほど削る単面引きを行います。単面引きで削った面を基準とするために、プログラム原点を材料の単面に設定することはほぼありません。単面から少し内側に設定することが多いです。次に収束について説明します。収束とは、物体の回転における接線方向の速度のことで、右図における点 A や点 B の速度になります。下の図の円が1秒間に4分の1回転するとしましょう。1秒間に点 A と点 B が進む距離を比較すると、点 B の進む距離の方が短いことが図からわかります。このことから、中心に向かうにつれて収束は低下していくことがわかります。旋盤加工における収束は、回転する材料が切削工具に衝突する速さであり、刃物にかかる負荷と関係していきます。材料が一定の速度で回転している場合、刃先が点 A にいる時よりも点 B にいる時の方が刃先にかかる負荷が小さいです。次に収束一定制御について説明します。切削工具は適切な負荷をかけないと引き目が汚くなったり、刃先の持ちが悪くなります。そこで NC 旋盤には刃先にかかる負荷を一定にするための収束一定制御という機能があります。切削工具が中心、つまり X 座標が0に近づくにつれて、収束が一定になるように自動で材料の回転速度を上昇させます。注意点として、材料の中心付近では回転数が非常に大きくなるので、収束一定制御を指令する前に必ず回転数の上限を設定します。
例えば、主軸最高速度設定を指令する G50 を用いて G50、S3500 というプログラムを書いておくことで 3500rpm 以上は回るなという指令ができます。そのように回転数の上限を設定した上で、例えば G96、S200 といったプログラムによって終速 200m per minute で一定にせよといった終速一定制御の指令を出します。なお、終速一定制御をキャンセルするときには G97 のコードを用います。最後にノーズ R について説明します。これまでは、切削工具の刃先は尖っているものとしてプログラムを作ってきました。しかし実際は、刃先の耐久性の問題や、加工後の表面形状の関係で、刃先は丸まっています。加工点と実際に切削する部分がずれているために、図のようにテーパ部の加工や円弧切削の際に切り込み不足や切り込みすぎが発生します。対策として、実測値に合わせてプログラムを変更すると、ノーズ R 補正を使用するといった方法があります。最後に、今まで学んできたことを振り返って練習問題を解いてみましょう。この問題は、Phi10、長さ 20.1mm の材料を加工するプログラムです。プログラムを読んで、どのような形状になるか断面図を書いてみましょう。使用する切削工具の形状、加工点の位置に注意してください。なお、この問題では、ノーズ R は無視し、単面引きは 0.1mm 行うこととします。回答はこのようになります。もし間違えた箇所があれば、再度この動画の該当箇所を見直してみてください。最後に全体を通した注意点です。プログラムの書き方は機械によって変わります。実際に、御社内にある機械では、プログラムの書き方が異なる可能性があります。また、この動画で紹介しているプログラムを使用したことによるいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。